皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。今回は久々の名調に関する解説考察動画となってます。 CBT2 開催のアナウンスもあり、ますます人気や話題性が高まってきておりますが、まだ名調をよく知らんという方にも楽しんで見てもらえる内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。今回お伝えする内容はこちらの6点。1つ目は簡単に名調について概要の解説。2つ目はシステムメニューから見るキャラデザやモーションの変更について。3つ目は奥義演出について。4つ目、公式 PV 名調 CBT2 実機映像奏で始めようあなたの音をから見るストーリー変更箇所や追加箇所、さらに新ボスなどの考察。5つ目、新キャラ3名の紹介。6つ目、 CBT2 について。以上となります。ネタバレ含む動画となりますので、少しでもネタバレ見たくないよっていう方は見ないことをお勧めします。今年はチャンネル登録者1万人を目指しておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。まず名調をよく知らんという方のために簡単にゲーム内容の紹介。タイトル名は名調ワザリングウェーブス。リリース日は未定。ジャンルは収集型探索オープンワールドアクション RPG。 開発はパニグレでおなじみのクロゲームス。プラットフォームは iOS、Android、PC。 本作の特徴はパニグレで培った高いアクション性とアンリアルエンジン4を採用した美麗なアニメ調グラフィックスをポストアポカリプスな世界観に落とし込んだ収集型オープンワールドアクション RPG で、メインクエスト進行中でも自由度の高い探索が行え、スタイリッシュで爽快アクションが楽しめる内容。また個性豊かなキャラたちと進行する物語は没入感があり楽しめる内容で、ストーリー中に入るムービーシーンはシームレスに展開され、どれも迫力満点な内容となってます。また売りの一つである収集要素は、ファントムと呼ばれるモンスターを収集し装備させることで、ファントムの能力を戦闘中に使えるようになり、より一層バトルにおける戦略の幅が広がります。またエンドコンテンツはマルチでのプレイが可能で、友達同士で一緒にボスの討伐を楽しむことも可能となってます。はい、ここまでがざっくり名調の概要で、続いては CBT1 から CBT2 でシステムメニューで表示されるキャラクターデザインやモーションの変更について見ていきたいと思います。メニュー内容は属性紹介メニュー、武器メニュー、音階メニュー、スキルメニュー、共鳴チェーンメニューとなってます。まず全体通して共通の変更点は光源処理の変更が入っていて、その結果白くぼやけた感じがなくなり、ボディラインのメリハリがよく見えるようになって表情も豊かになってます。またスキルメニューは CBT1 ではキャラの後ろ姿が表示されたのですが、 CBT2 のバージョンではキャラの表示がなくなってます。それでは個別に見ていきたいと思います。まずは本作のメインヒロインヤンヤン。全体通してモーションの変更が加わっていることと、キャラクターデザインにおいてはパッと見わかる範囲だと唇ですね、うっすらピンクが入っているので女性っぽさが出てますよね。あとはインナーがさらしじゃなく黒インナーへ変更、さらにちょっとボリュームアップといった感じ。次はあんこちゃん。こちらもメニュー全体通してモーションの変更が入ってます。キャラデザインの修正箇所としては、頬にうっすらチークが入ったことと、幼さを出すために輪郭が少し丸みを帯びた感じで目の印象が変わりましたね。あとは表情が豊かになってますよね。次はインリン。こちらもメニュー全体通してモーションの変更が入ってます。デザインに関しては結構修正入ってますよね。髪留め、ヘアバンド、イヤリング、衣装など身につけるものは全体通して見直しがされてます。また顔周りのデザインは髪型や黒髪2ブロック部分の変更、目の色、耳の形など結構変わってますよね。もはや間違い探ししてるみたいですね。また目の周りにシャドウが入ったことや目の下のほくろが強調されたこと、さらにバストアップしたことで色っぽさや妖艶さが増した感じがします。パッと見わかる範囲はこんな感じですかね。次は個人的にお気に入りのキャラタンキンちゃんです。全体通してモーションの変更がなされてますね。デザインについては目の印象が変わったことと、頬に若干チークが入っているのかな。特に大きく変わったところはないですね。次はボーイッシュなシカちゃん。全体的なモーションの変更と目の周りのチークがより分かりやすくなっていること、さらに目尻が下がったことで優しい表情になった感じがします。で、バストアップされてますね。はい。続いてサンカ。
全体的なモーションの変更とデザイン面では背中のタトゥーがなくなったようです。表情については目元のシャープさが一新され、より一層洗練された感じに変わってますね。あとはバストアップですかね。次はタオキ。全体通したモーションの変更、デザイン面では大きな変更は見られないですね。目の印象と唇がうっすらピンクがかっている点、あと胸元の傷が消えてますね。スキル発動時に傷が現れる感じですかね。また、さらにバストが大きくなった感じ。そして最後がベリーナ。こちらも全体通してモーションの変更が入っていることと、デザインも大幅に修正されていて、ゴーグルがリボンに変わって、前髪の変更、首元のアクセサリー変更、さらに衣装が大幅に変更されてますね。顔周りのデザインについても、あんこ同様、輪郭をふっくらさせ、幼さを強調しつつ、目元を若干吊り上げた感じとなってます。すごい可愛らしくなりましたね。といろいろと修正入ったことで、かなりキャラの良さが出てきましたよね。次は奥義演出について。まずは我らが起源。発動時のカメラアングルが下から見上げることで、召喚した竜がはっきりと見える感じになって、かっこよさが引き立ってますよね。続いては白紙。奥義演出の大幅な変更はなく、3D エフェクトが豪華になって、より迫力が出てますよね。そもそもこのキャラ元は白蓮という名前で、キャラデザも大幅に変更が加わってます。こんな感じですね。だいぶ印象変わりましたよね。次は推しのタンキンちゃん。発動時の目の光り方がより鬼神感出てますよね。でね、ちょっと気になったのが、修正前と修正後で斬撃回数が減ってるんですよね。これ気づいた方いますか？修正前は斬撃11くらいで最終回転切り、どこぞのヒロインと同じくらいの斬撃回数なんですけど、修正後は斬撃7くらいで最終回転切りとなっていて、これは単金ファンからしたら由々しき問題ですね。この結果、総ダメージ量が変わっているとなるとさらに由々しき問題ですね。もともとピーキーなキャラで、自身の体力を消費してスキルを発動するので、ちょっとリスキーなんですよね。そういったリスクを抱えているので、火力が下がるのはちょっと解せないかもしれない。これは CBT2 でしっかり検証したいと思います。他のキャラも結構修正が入っていて、特に 3D エフェクトが派手になってたりするので迫力が増してます。次に公式 PV、名調 CBT2 実機映像奏で始めようあなたの音をから見るストーリー変更箇所や追加箇所、さらに新ボスの考察ということで CBT1 の映像など踏まえ、視力の低下を覚悟してスローや拡大、一時停止を駆使して見たところ、親と思う部分があったので解説考察したいと思います。まず冒頭主人公が目覚めるシーン。このシーンは CBT1 ではヤンヤンしかいないのですが、この PV だとなんとシカちゃんが一緒。シカちゃんの登場は CBT1 だとまだ先になり、ちょっと主人公に対して厳しい目で見てるんですが、この PV では結構心配そうで、主人公に対して厳しい感じがないんですよね。次に丘を走るシーン。こちらもシカちゃん同行のもとを進んでいるので、冒頭の物語がちょっと変わっているといった可能性ありますね。次は各エリアのシーンですが、全体的に背景の修正もされていて、より幻想的かつ芸術的な感じになってますね。続いてのシーンは女性キャラと男性キャラのスカーの登場シーンですが、この2人は見てわかる通り敵です。2人とも CBT1 で登場しているものの、女性キャラの方はあまり関わりがなかったので、ストーリーにどう絡んでくるのか気になります。男性キャラのスカーなんですが、 PV 見る限り新しいシーンもあり、ストーリーが気になりますね。そして新しい敵としてヤギの頭を持つ悪魔の象徴、名前は不明ですがどことなくスカーっぽくないですか？そもそもモンスターが羽織っている服や腕の装飾品が非常にスカーの着用しているものに酷似していて、そしてなんとこの敵が使っている技にスカーが所持しているカードを使った技を発動してるんですよね。もしかしたらこの敵はスカーの変身形態なんじゃないかと考えてます。そうなると先ほどの女性キャラも同様に変身できるのではないでしょうか。いや、ストーリーがねかなり気になりますね。次はすでに記述の情報となりますが、新キャラ3名の紹介。風属性の関心。このキャラは開発インタビューの中でも紹介されましたが、風義剣の使い手で引用を操る太極拳をモチーフにしていて、太極拳の真髄は攻撃を受け流すことで関心固有のパリー要素が備わっているようです。
次は獅子舞と効果剣の使い手林陽。獅子舞云々については開発側の思いがあってこうなってます。詳しくはこちらをご覧くださいませ。多分ですが林陽の元となるキャラが CBT1 の中で登場してて、それがこちらガオ隊長。かなり獣人だったのが CBT2 ではより人に近い外見となってます。これによってストーリーに変更が加わるかもしれないですね。次はカカロ。 CBT1 ではストーリーでの絡みがあっただけでプレイキャラとして使用することができなかったんですよね。なので今回の CBT2 で使用できたら嬉しいですね。次がちょっとした気になる要素で、この2つのシーンどちらもミニゲーム要素っぽくて、一つは空中戦で先行する石王を追撃しようとしてますよね。レティクルが表示されているのでムービーではなくプレイ映像の一つだと思います。もしかしたら石王討伐戦での一幕かもしれないですが気になりますね。次は延期を操作したシーンで、廃墟の中にある道路を利用したタイムアタック系なんですかね。何にしてもどういった形でプレイ体験できるかかなり楽しみです。次が主人公と無冠の戦闘シーン。これも新しく追加されたシーンですね。さらに次のシーンですが、こちらのキャラ CBT1 でも登場した光竜の竜種金石。このシーン CBT1 ではなかったので新規の映像なんですが、このシーンなんと公式サイト上で公開されていて、戦っている相手はスカーなんですよね。で、初めてスカーと戦うシーンで主人公とキエンによるムービーシーン。もしかしたらストーリーに変更が入っているかもしれないですね。いろいろ修正された内容や追加箇所など CBT1 から9ヶ月の間にものすごい改修が入ったと思います。正直よくやったよねというのと、この修正作業を許した経営層の判断はまさに英断と言えるでしょう。あるいは回収を見越したマイルストーンを組んでいたとか。だとしても開発費がかさむし人件費も増えるし、何にしてもこれだけのことをやるってすごいとしか言えない。そんな名調ですが CBT2 が2月19日から実施されるとのことで、ちらほら当選の通知が来ているかと思います。来てないって方は迷惑メールフォルダーなんかもしっかりと確認してみてください。そして名調を遊ぶ上での端末スペックですが、こんな感じとなってます。注意点はゲームインストール後プレイ端末を変えることができないので気をつけてくださいませ。僕は今回19日から福岡出張が入ってしまい、最低環境下でのプレイとなってしまいます。出張から戻ってきたら PC 変えて遊ぼうと思ったんですが、それができないという結構厳しい状況。今回は CBT2 に先駆け CBT1 からの変更点などを解説考察してまいりましたが、いかがでしょうか。 CBT2 開始したらまたいっぱい動画出したいと思うので、ぜひそちらもご覧くださいませ。ということで今年はチャンネル登録者1万人を目指しておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。あんこお料理いっぱい頑張ったのにどうして？ああ、よく考えてみたんだけどな。やっぱさ、また来たな。あんな真っ黒いもん食えるのか？あ、やば、時間。着いた、やっと着いた。やんやん。